この部屋の空間のコンセプトは、隅田川をただ風景として感じるだけでなくて、部屋のインテリアとして取り入れていこうということを考えました。部屋を覆っている合板は床と壁の仕上げを同じものにして、隅田川からの光のコントラストを美しく映えるような形でデザインしました。私の名前は太田裕太郎です。建築家をしていまして、オフィスが東京と長野にあります。ここは私の家で猫のすももと一緒に住んでおります。Psst. Want to see something we've been working on? Never Too Small Volume 2 is available for pre-order from our store at nevertoosmall.com, with books shipping in February 2024. I know, soon. You're welcome. このマンションは東京の両国にあります。周辺には有名な観光スポットである浅草寺や東京スカイツリーがあります。隅田川は江戸時代から東京の物流を支えるインフラの大動脈としてとても重要な役割を果たしていました。このマンションは1990年に建てられました。私の部屋は9階にあります。一つのフロアに約10個のアパートメントが入っています。この部屋の面積は48平米です。もともとのこの家のプランは日本だと一般的な 1LDK の間取りでした。すべての部屋が壁で分けられていて、まず部屋を入ると廊下があって、とても窮屈に感じました。寝室とリビングからはそれぞれバルコニーに出られるように扉がありました。面積が小さい部屋でしたので、壁を全部壊してしまってワンルームにするということを当初から考えておりました。この家の大きな特徴は、お風呂をですね、部屋の真ん中に配置しました。キッチンは既存のものを90度回転させて、ベッドルームだった場所にスタディルームを作りました。まずこの家の玄関に入ると、一番最初に隅田川を見ることができます。玄関の床は既存の床を解体してコンクリートを現しにしました。そのため既存よりレベルが低くなっております。少しお風呂の下にスペースができています。既存の柱と生まれたスペースを活用して靴の収納を作りました。壁際には本棚を作りました。本棚は可動できる棚になっていて、棚は壁と同じ素材で作っていきました。この部屋は住宅だけでなくて、もともと働く場所として考えて計画をしておりました。玄関からの本棚はリビングにも続いていて、その一部を利用してテレビを置くスペースを作っています。ミーティングテーブルをその横に置いて、来客が来た時に打ち合わせをしたり、テレビのモニターを使ってオンラインミーティングをしたりして使っています。このカーテンを開け閉めすることで、物を隠したりとか、使いやすいように表しにしたりとか、コントロールすることができています。リビングの隣は私が仕事をする机になっています。ここでいつも仕事をしています。窓からはとても素晴らしいパノラマビューが確保できます。いつも隅田川を見ながら仕事をしています。お風呂はこの家で最も重要な特別な場所になっています。お風呂の壁はスティールの壁にしました。
で、開口部にはアクリルガラスを使いました。扉を入ると、洗濯機置き場があります。可動の棚にタオルや洗濯で使うものを収納できるようにしています。トイレはコンパクトなスペースにしているので、引き戸で開閉することができます。トイレの中でも書棚のスペースがあります。お風呂はですね、天井が 1.8 メーターを切るぐらい低い高さになっています。窓があるので、天井高が低いことを感じさせない空間を作ることができました。で、僕はこの家に一人で暮らしているので、特に見えても問題ないんですが、誰か入っている時はミストでガラスが曇って見えなくなりますので、プライバシーを守ってくれています。お風呂の前の壁は既存の柱を利用して収納空間を作っています。で、柱の両面に棚を設けて、それぞれが可動の棚になっています。キッチンは隅田川と平行に配置して長いキッチンを作りました。パイプを表しにしてますので、そのパイプが川に伸びていくような形でデザインしています。カウンターのマテリアルは木ではなかなか難しいので、メラミンのシートを貼っています。キッチンにはシンクの他に食洗機を使っています。IH のコンロが3つついていて、その下も収納として使うことができます。で、キッチンの壁はコンクリートにグレーの塗装をして仕上げています。で、棚は他の棚とデザインを揃えるために構造合板を使用しています。リビング空間から冷蔵庫は姿が見えないような形で、キッチンの横には壁を作って冷蔵庫を設置しています。お客さんが来た時とかはカーテンを閉めることで冷蔵庫を隠すことができます。ダイニングのテーブルには床と同じ構造合板を使って仕上げていきました。足はIKEA の足を使っていて、ラフな形で仕上げています。ベッドルームは窓際に配置することにしました。既存の壁のサイズとダブルベッドのサイズがちょうど同じだったので、この場所を活用することにしました。クローゼットの収納に使っているのは、実は電気の配管です。ベッドルームにもプライバシーを守るためにカーテンを設置しています。カーテンを閉めていても窓からの光がキッチンに届くように工夫しています。ベッドルームの横には洗面室を設けています。洗面台の天板はキッチンと同じメラミンを使って水への強いものにしています。バルコニーにはリビング空間からもベッドルームからも出ることができます。両方ともガラスの扉になっていて、風景を見ながら外に出ることができます。小さい空間をデザインするときに一番大切なことは、その部屋の空気を最大限感じられるようなデザインにすることだと思っています。具体的には間仕切り壁を最小にして天井を最大限確保することで、空気の軌跡を最大限に感じられるようなデザインにしていくことを大切にしています。Thanks for watching, and if you're an architect or designer with a project we could feature, please share it with us at nevertoosmall.com/submissions.